じゃあちょっと今西君にブチッと。はい、どうも始まりました。本日ゲスト、大渡亮さん。どうもよろしくお願いします。お願いします。今回はですね、っていうか前回ライオンやりましたね。やったね。衝撃を受けたよ。今回はですね、亮さんになんとこちら持ってきていただきました、ドリームですね。フェンダー系の。そ亮さんこれがっつり活用されてる。使ってます。おこれ出た時に、はいすごいいいよってやっぱ人から聞いて、ん本当こんなちっこい箱でそこまでできると思って引きに行ったら、もうその場で即購入。マジですか？むちゃくちゃよくできて、これがいいところは自分の持ってるエフェクターを手前から突っ込んでっても破綻しないのよ。ちゃんと実機さながらのキャパシティでこのペダルのレンジをちゃんこのワとードは。再生してくれる感じ。じゃあちょっとそういうの含めてやってみましょうか。やってみようよろしくお願いします。はい、つながりました。はいはい。今全部12時方向でなんかね、そのフェンダーの今ベースが12時ですけど、はいフェンダーのアンプがいっぱいこのベースを上げた時のブーミーな感じがちゃんとね出てるのよ。出てる。まず驚いて、はいあ、これフェンダーのローが例えば5とか6の時のやつじゃんみたいな。あとはリバーブのかかりがアンプに内蔵してるリバーブがあるモデルのそれにやっぱよく似てて、ちょっと正直ね一瞬でビビった。へー。だから大体やっぱこのねベースがやっぱり少し傾いて使ってることが多いかも。基本的にあんまりいじらないで使ってることが多いですね。だからこれをクリーンアンプと見立てて手前から歪みのエフェクターを入れる目的で買ったんで、あんまりこっちで積極的にそのゲインを上げてこのクランチのサウンドを取るっていうのはまだあまり実践してないけど、意外とねこれインプットだけでここまで意外とクランチに寄せられる。だからこれ単体でハードロックをやるっていうよりはクランチにしたやつにブースターで突っ込んで音を作るとかそういうものには適してるかもしれない。まあでももともとそういうアンプですもんね。そう。はい。普段メインで使ってるガバナーを持ってきたんで、前回マーシャルのライオンもやったことだし、ドリームの手前にこのマーシャルのエフェクター突っ込んだらどうなるかって感じをやってみれたらなと思って。やってみましょう。やってみよう。はい、つながってしまいました。ちょっとあれだね、並べてみるとかっこいい。かっこいいね。かっこいいです。かっこいいです。このガバナちなみにどこ製のとか。9000番台ぐらいのイングランドのその当時のやつです。はい。じゃあ行きましょうか。まずオフから。さっきのリバーブを少し減らした状態。ギターは SSH のリア。フェンダーで意外とオーバーロード寸前ぐらいまで歪んでる感じ。フェンダーのクランチ以上かな、それに足しちゃうディストーション、じゃあちょっと今西君にブチッといきますよ。だからやっぱエフェクターっぽい音だけど、このレガードプレイもアンプの受けで成立してる感じ。わかります。この組み合わせで成立してる感じしますね。よく最近エフェクターの2個掛けで、レンジの広いクランチ系を後に置いて、チューブスクリーマーとかレンジがナローなやつを手前から入れるっていうような考え方でサウンドメイキングができる。まあ今ちょっと結構原因を上げてる感じだけど、めちゃくちゃいいですね。もうちょっとオープンにした場合はやっぱこの下段の方を少し下げた方のが、
よりこっちの個性を出すにはこっちのインプットを下げた方がいいかもしれないね。これだったら卓録やってる方だとか、煩わしいマイキングだとか、あとはまあ実機だといろいろメンテナンスとかも大変になってきますからね。あと軽いし。そうなんだね。それでやっぱ俺も飛びついて、普段マーシャルとフェンダーをよく使うんだけど、自分のフェンダーのアンプが現場でぶっ壊れた場合どうしようかなって時にサブのことを考えなきゃいけない。サブになる。なる。他のキャビとかもせっかくなのに聞かせてもらってもいいですか？じゃあこれを振って、リアハムとセンターのハーフと。はい。さっきがオックスフォードで、今が EV。はい。だから多分エレモイだね。これだけで全然使える。あと俺だったら例えばコンプ手前に入れたらもうちょっと弾きやすくなるし。で例えば。ここまでひたひたにすることができる。リバーブね。まあミッコでね。やっぱりね、いいわ。ちょっともうちょっといきましょうか。拡張キャビ。これも好きだね。次、カチャ。なんか中域にちょっと寄った感じだね。優しいな。そうだね。これ好きです僕。これさ手軽にさ自分の環境ですぐ出たら買いだよね。買いでした。ちょっとトレモロもせっかくなんで、トレモロはそのオルトをやらないと動かないっていうね。ああほらフェンダーのさアンプについてるやつだよ。あれですわ、みんながみんなに勧めるのすごいわかる。確かに。なんか僕もエフェクター作ってて思うんですけども、本当にいいエフェクターってやっぱりこれ本当にいいって思ったらやっぱりみんなこう言ったりするじゃないですか。それで広まっていくエフェクターって結構何個か見たことあるんですけども、このドリームもなんだろうこうメーカーさんがこうドリームいいんですってそこを宣伝して広がるっていうよりかは、まあそれで知ってなんかこうじわーってうわーってこうみんなの口コミというかそういうので広がっていった印象がすごく強くて、そういうペダルってあれだね、メシアのそれと一緒だよね。ああそうあそこのだよね。最後になんかちょっと僕のエフェクター頭につないで弾いてやってみていいですか？もちろんです。俺さ、今西君が作ってるほら、ジャッカル。ジャッカル作ってるでしょ？作ってます。俺弾いたことないから。マジですか？ジャッカル弾いてみたい。あ、そうきた。りょうさんに弾いていただくなんてね、全然ちょっと埃かぶってはない感じ。めちゃくちゃ弾いてみたかったんだ。本当ですか？でもこの組み合わせどうなるんだろう。ちょっと楽しみだ。僕もちょっとこれはすごい絵になったな。かっこいい。だいたいこんな感じですかね。ちょっとリバーブはその音がどんな感じ？そうだね、普通の感じのね。今リア。意外とっていうか組み合わせいいですね。初めて聞きました。いろんなことやるね。動画編集もやるし、いろんな著名人とおしゃべりもするし。もう本当にありがとうございます。むちゃくちゃいいじゃん。本当ですか？反応が早いね。あ、も
もうちょっとね、俺がやっぱりこういうハイゲーム僕持ってるやつはもっともたるというか、ああそうなんです。それ苦手っていうか、そうじゃないのを作りたくて、スピード感があるとか、なるほど。こういうドゥクドゥクみたいなのもついてくる感じだね。すごいな。アンプライクだね、かなりね。ですね。これちなみにあと1個おすすめがあって、その本体のボリュームにめちゃめちゃ追従するんです。なるほど。これは頼もしいね。そこまでいけちゃう。はい。ここまでさ、1個のラインでシームレスにできたら無敵だね。こんな範囲に残るディストーション、そんなないよね。いや、ないです、ないです。だから作るのにすごく時間がかかる。あ、やっぱ、そうなの。はい。さらに、別のモードで、プレキシモードっていうのがあるんですよ。おー、なるほど。超ローゲインになって、もう別エフェクターですね。それこそプレキシマーシャル的な。今、押しただけで？はい。さっきの轟音サウンドからいきなり、はい、これ1個で、はい、プレキシモードとは言うけど、ここまで激変するとはね。はい。今、プレキシモードで音作った後から外した状態だけど、これはこれで全然いいよ。ハードなブルースみたいなのもね、かっこいい。ちゃんと切れ味が、このちょっと2つのこの組み合わせがそれぞれのレスポンスの良さ。出るね。はい、というわけで今回このドリーム使い方、エフェクターとの組み合わせで皆さんも結構なるほどってなった方、はい、いらっしゃると思うので、ぜひ参考にしてみてください。今回の動画参考になったっていう方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。そしてりょうさんの SNS も概要欄に載ってますので、ぜひぜひチェックしてみてください。じゃありょうさんありがとうございました。今回もめちゃくちゃ楽しかったよ。あ、本当ですか。よかったです。それじゃあまたの動画でありがとうございました。